金属類の窃盗っていうのは日本の富を海外へ流出させる不法滞在の方、不法就労の方、働いてはいけない方の、金銭源になっているけれども、警察がなかなか動いてくれないんだ。6月11日の国会で梅村みずほ議員が追及したのは単なる環境問題ではありません。盗難金属、不法就労、不法滞在、そして日本の富の流出、その実態とは。梅村みずほ君。本日もよろしくお願いいたします。参政党の梅村みずほでございます。本日は廃棄物処理清掃法及び PCB 特措法の改正案の審議ということなんですけれども、PCB の方に関しましてはですね、特段問題意識というのはありません。これまで金見優勝事件が1968年に起こってから、高濃度 PCB の対策をジェスコを中心にやっていただいてきました。で、適正な管理と処理に携わってくださいました関係者の皆様に、そのご努力に敬意を表したいということと、当時被害に遭われた皆様に改めてお見舞いを申し上げたいと思います。今後もですね、この処理能力を有する民間処理施設で安全に処理がなされていくことと思いますし、この法案では低濃度の PCB について新たに管理基準や届け出制度を創設するなど、必要な改正が盛り込まれていると思いますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。では、質問に関しては配送法を中心にさせていただきたいと思っております。で、今回ですね、メインになっているのは不適正ヤードの規制だと思うんです。で、2年前のこの環境委員会の審議におきましても、私、この不適正ヤードについて取り上げておりまして、その当時から銅をはじめとした金属類の価格の高騰の影響もあってですね、太陽光発電施設から銅のケーブルが抜き取られるっていうような事案が多数発生しておりました。その他にも、マンホールの蓋だとか、側溝のグレーチングであるとか、神社だったら雨どいであるとか、で、田畑に関しましても、ビニールハウスの設備であったりとかですね、用水の設備であったりとか、ありとあらゆるところから金属類の盗難というのが起こっているわけなんですね。で、これが社会問題になっていたと。で、2年前の環境委員会の質疑、その当時はサーキュラーエコノミーに関する法案、再資源化事業等高度化法だったかと思いますけれども、そこで金属スクラップを取り扱う適正ヤードの問題を取り上げさせていただいてました。で、窃盗犯は日本人も当然いるんですけれども、外国の方による犯行が非常に多くてですね、多言語で注意喚起が、太陽光発電施設の周りに、掲示されるなどがあったということ、それでも被害が甚大で、民間の保険会社でも太陽光ケーブルの盗難被害については一部免責となってきてるんですよ、なんていうお話も聞いておりました。で、盗難金属の流通先として一部のヤードが利用されて、で、不法就労者や不法滞在者の温床になっているんではないかという指摘もその当時から多数なされていたんですね。で、こうしたヤードの所在地っていうのは、先ほど長浜先生の質疑からもありましたけれども、関東が多かったと。それはやはりその金属類を輸出するときに港湾ですとかね、こういう窓口が多いところに必然的に集まっていくという傾向があったわけでございます。で、このヤードから火災が起こったり、騒音の問題が発生したり、で、土壌の汚染がなされたりということがあって、各自治体で条例がセットされていったんですけれども、これいたちごっこでして、で、条例が整った自治体を出ていって、そういった不適正な事業者っていうのは他所で同じような事業を展開するっていうことが繰り返されて、今では結構中部の方で増えているっていうお話も聞いております。ですので、いたちごっこになりますから国政で法整備するべきですよというふうに2年前にもこの場で訴えていたところ、今回、規制をしていただけるということで、大変期待を寄せている次第なんですね。けれども、私ども参政党というのは、外国人問題に対して、非常に厳しい意見も時々言わせていただいているんですけれども、このヤードの問題だけではないですよということで、省庁連携で問題の対応に当たっていかなくてはいけないですよということを、今回もご指摘申し上げたいと思っているんです。で、まず最初にお伺いしたいのは、今回は金属スクラップのヤードが主に対象となるわけなんですけれども、建設業の関連のヤードだと、この川口の問題っていうのがよく上がってくることもあります。で、この法案を改正する、法律を改正するにあたってですね、立法事実として、把握していた外国人問題にはどのような点があったのかを石原大臣からお伺いしたいと思います。石原環境大臣。スクラップヤードはですね、
廃棄物ではなくて、有価物を扱うためですね、これまで原則としてですね、廃棄物処理法の規制の対象ではありませんでした。しかし、近年、使用済みのですね、金属やプラスチックを扱う一部のスクラップヤードにおいて、騒音、水質、汚濁、火災の発生等のですね、生活環境保全上の支障が報告されるようになりました。本法はこうした生活環境上の課題をですね、解決するために、いわゆるスクラップヤード業に関し、許可制を導入するものであります。環境省としては、国籍を問わずですね、有価物である使用済みの金属やプラスチックの保管、再生を行う事業者に対して、許可の取得を求め、不適正なですね、事業者については、是正排除してまいります。一方で、不適正なですね、スクラップヤードが、不法就労等のですね、諸問題の温床になっているとの指摘があることは、承知をしているところであります。関係閣僚会議で決定した、外国人の受け入れ、秩序ある共生のための総合的対応策にもですね、不適正なスクラップヤード対策に関わる、関係機関の連携強化が盛り込まれているところであります。不法就労への対応を行う出入国在留管理庁を含む関係省庁や都道府県とともにですね、しっかりと対応してまいりたいというふうに思います。また、ご指摘の川口市のですね、ヤードは、解体工事により生じた産業廃棄物を保管するものと認識をしております。で、産業廃棄物の業のですね、この認可を取らなくてもですね、この産業廃棄物の不適正な保管等を行う事業者に対して、すみません、不適正な保管等を行う事業者に対しては、現行の廃棄物処理法に基づいて、排出事業者等へのですね、指導監督権限を有する都道府県等がですね、立ち入り検査や改善命令等を講ずることにより、是正を求めることが現状でもできます。はい、大臣ご答弁ありがとうございました。この法案の立法事実がすべて外国人問題に紐づくわけではないものの、やはりこの総合的な対応策で示されたように、この不法滞在者の問題っていうのも加味して、法案を作ってくださったと承知をしております。でですね、今大臣からも言っていただいたように、指導の権限っていうのが都道府県にあったりするんですけれども、なかなかうまく回っていないようで、いまだ国民の中にはですね、もうちょっと取り締まりを強化できないかっていう声もたくさん届いております。そこで次は、警察庁にお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。で、環境省の法案ではですね、都道府県等に立ち入り検査権っていうのを付与しまして、事前連絡なく立ち入ることができる仕組みと、されているんですけれども、ちょっと警察の方にもですね、そういった立ち入りの、すいません、立ち入りの、権限っていうものを、行使してもらいたいなと思うところがあるんです。で、このヤードの問題に関してはですね、すでに警察も動いてまして、ヤードというか金属スクラップですね。で、金属スクラップ、この金属類の盗難というのが相次いでいるということから、去年、法改正が行われました。で、通常国会で盗難特定金属生物品、金属生物品の処分の防止等に関する法律ということで、まさに今月1日全面施行となったわけなんですね。で、まだ施行から11日ということですので、効果のほどは今後かと思いますが、期待したいなと見守っております。で、一方で先ほども言いましたように、この不法滞在とか不法就労の温床になっているのではないかという指摘に関しては、警察にもう一踏ん張りしていただきたいと。と言いますのも、このヤードで不法に就労している人がいるんじゃないかっていう情報に関しては、地元の警察に多数寄せられているはずだと。けれども警察がなかなか動いてくれないんだなんていう声も聞いたりするんですね。で、やはり警察っていうのは権限がないと、立ち入ったりとか難しいものですから、そういった仕組みが必要なんだろうというふうに思っています。で、例えばですね、交通違反もダメなんですけれども、ぼーっとしてて赤信号を無視したというのとは全く別なんですね。金属を盗難するということは、その小さなものもあるかもしれませんけれども、金銭に変えていくっていう目的があるのであれば、それは我が国の財産を流出させる目的ということで、その方がどういう在留資格を持っているのか持っていないか分かりませんけれども、厳しく対応する必要があると思っております。で、地域の警察にも廃棄物や金属スクラップの保管処理を行うヤードや事業者に対してヤード G メンのような制度を設けて立ち入り権限を付与し、必要な抜き打ち検査ができるようにしてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
警察といたしましては、一部の悪質ヤードに対しまして、古物営業法に基づく立ち入りを行っておりますほか、先生ご指摘の本年6月1日に全面施行されました、金属等対策法による立ち入りも積極的に行っていくこととしております。その際、立ち入り調査を行った職員が不法滞在等を認知するに至りました場合には、適切に対応してまいることとなります。加えまして、知事部局の環境担当部門等とも緊密に連携しているところでございます。また、警察といたしましては、入管当局との情報共有や合同での摘発を行うなどいたしまして、不法滞在等の積極的な取り締まりに努めているところでございまして、引き続き刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処してまいります。不法滞在者に対する対策は、治安上重要な課題と認識をしておりまして、引き続き関係機関と連携をしながら、不法滞在者等の積極的な取り締まりに努めてまいります。ありがとうございます。この不法滞在や不法就労の問題っていうのが、やっぱり自治体でも問題になっているようで、例えば茨城県では、報奨金制度ですね、通報を受けて、有力な情報があれば、5万円程度、報奨金をもらえるということで、自治体も動かなければならないほどのお困りごとになっているということを考えればですね、地域の警察が一番よく事情のことをご存知だと思いますので、動いていただけるような権限を与えて取り締まっていただく、これが非常に重要だということを申し上げておきたいと思います。で、続いては法務省にお伺いをしたいと思います。で、私どももですね、参政党の中で外国人問題を考えるにあたり、在留資格の要件についても、いろいろ他国はどうなっているのかと調べることがありました。シンガポールなどではですね、ワーキングビザで来た外国人に対しては、かなり厳しい対応を取っているというふうに知られていまして、軽微な犯罪であったとしても、あなたは働きに来たのだから、犯罪を犯すのであれば帰ってくださいというふうに、かなり厳しい要件なんですね。で、犯罪ではないにもかかわらず、妊娠をしただけで、あなたは子供を産みに来たわけではないですよね、帰ってくださいと。で、それもなかなか日本では難しいなっていうようなこともシンガポールではやるぐらい厳しく取り締まっているっていう現状があります。で、先ほども申しましたように、金属類の窃盗っていうのは、日本の富を海外へ流出させるというようなこともありますし、やっぱり不法滞在の方、不法就労の方、働いてはいけない方の金銭源になっているっていうことを考えると、しっかりと向き合わなくてはいけない問題であります。ですので、こういった金属類の窃盗を犯した方々に対してですね、我が国も在留を継続させるっていうのが適当であるのかどうなのかということで、こういった犯罪を犯した場合に入管法でどのような対応ができるのか伺います。お答え申し上げます。入管法第24条第4号の2では、例えば、技能実習や、留学など、入管法別表第1の在留資格を持って在留する、外国人が、窃盗を含む一定の罪により、拘禁刑に処せられた場合につきまして、退去強制の対象となることが定められております。また、入管法第24条第4号の2では、在所を問わず、無期または1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた外国人につきまして、退去強制の対象となることが定められております。さらに入管法には、在留資格の取り消し事由としまして、虚偽の申請により許可を受けた場合ですとか、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されております。取り消し事由に実際に該当するかは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでございますが、ご指摘のような事案で、これらの事由に該当すると認めるような場合には、在留資格を取り消し得るということでございます。以上に加えまして、在留資格の変更または在留期間の更新申請に対する拒否の判断につきましては、申請者の行おうとする活動や、在留の状況などを総合的に勘案して行うものでございますけれども、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた場合など、素行不良と判断される場合には、不許可となる場合もございます。拘禁刑を受けるっていう犯罪ってね、なかなか少量の金属を窃盗しただけでは該当しないものなんですけれども、いずれにしてもどういった方法が取り得るのかっていうのを法務省としてもしっかり考えていただきたいんですね。で、先ほどのご答弁の中で退去強制の話が出ましたけれども、政府は不法滞在者ゼロプランにのっとってですね、で、外国人との秩序ある共生社会推進室、各省庁連携して対応をしてくださっていて、で、1月末に発表されました総合的対応策の中にもですね、退去強制の
対象というか、拡大を検討しているというふうにおっしゃっていました。で、取りまとめから4ヶ月半が経過しておりますけれども、退去強制自由の拡大、その後どのような議論、検討があったのか、三谷副務大臣に来ていただきまして、今日はありがとうございます。教えてください。三谷法務副大臣。お答えいたします。本年1月に政府において取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、今、委員にご指摘いただきましたとおり、今後の課題の項目の中でございますけれども、退去強制自由の拡大について海外事例を参考にしながら検討するという記載がございます。この記載を踏まえまして、この入管庁法務省におきましては、現在、諸外国、これ決してこの手のものとしては少なくない国数ではありますけれども、そういった諸外国における犯罪行為に対する退去強制等の法的枠組みについて、紹介を実施し、一部回答をいただき、現在、整理検討を行っているところでございます。さらに、出入国在留管理庁職員による政策課題の研究テーマとすることも検討しておりますし、また、現在、外部への調査研究を依頼することも検討しております。また、もうすでに、この退去強制自由がもし拡大されていれば防げた犯罪もあるのではないかといった指摘、実はこの指摘もですね、法務委員会でいただいているところでもございまして、こうしたことも念頭に置きつつ、検討を進めてまいる所存でございます。一方、退去強制手続きの対象となる外国人は、場合によっては収容された上で、強制的に送還され、一定期間、上陸を拒否されることになります。こうした性質を踏まえれば、退去強制自由を拡大することについては、その影響ですとか、合理性といったものも含めまして、慎重に検討していくことも必要なものというふうに承知をしております。いずれにいたしましても、退去強制手続きの性質等に鑑みながら、可能な限り速やかに検討を進めてまいります。ありがとうございます。さまざま検討事項がありますので、順次行っていただいていると。で、特にこの見直し対象の拡大に関しては、他国の事例も参考にされるということで、今聞いていただいて回答も得ているということですので、その後検討を踏まえて、できるだけ速やかに決定をとお待ちしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。さて、本法案においてはですね、一定の問題があるものは結核自由ありということで、金属スクラップヤードの許可や登録を受けられないようになっています。で、この時にですね、例えばその事業者がですね、不法滞在者、不法就労者を抱えていたっていうふうになった場合ですね、で、黙認していたっていうような場合ですね、事業者は結核要件に該当するのかどうかお伺いします。申し上げます。不法就労に該当することを知りながら雇用するなどにより、入管法に違反し、拘禁刑に処せられ、一定期間を経過しない申請者や役員は、いわゆるスクラップヤード業の許可の結核自由に該当し、不許可、または許可の取り消しを行うことになります。ということは、不法就労の助長罪などで拘禁刑に処されないと、結核自由にはならないということでよろしいですか。お答え申し上げます。拘禁刑に処せられていない場合には、結核要件にはそれだけでは直ちに該当しないという形になります。かなりの時間を要すると思いますし、そこまで行くのが大体、どれぐらい、黙認していないと該当しないのかとか、ケースバイケースですけれども、ちょっと甘いんじゃないかなと思います。この法律が出てくる背景に何があったのかということを考えれば、この不法滞在者をかくまったり、不法就労を黙認した場合には、事業者は法案の結核要件に該当すると、あるいは許可を受けたとしても、その事実というのが明らかになったときには、許可を取り消すなどの判断が必要だと思いますけれども、大臣、いかがお考えでしょうか。罰金刑の場合はですね、対象とは、現在はこの法案でもなりません。で、入管法で罰金刑で処された場合は、単に入管法に違反した場合についてはですね、廃棄物処理法における、繰り返しになってますけど、欠落自由には、該当しません。環境省としてもですね、そもそもスクラップヤード業者が不法就労を黙認すること等がないようにですね、出入国管理庁を含む関係省庁や都府県とよく連携して対応してまいりたいというふうに考えております。ありがとうございます。秩序ある外国人との共生社会推進室、そこで取りまとめられた
た関係閣僚会議で、決定されました総合的対応策にも先ほど大臣がおっしゃられたように、不適正なスクラップヤード対策に係る関係機関の連携強化を盛り込んでいるということでしたので、今後も輸出に関しては財務省の関税担当とかも関わってくると思いますけれども、あらゆる省庁と連携して対応していくんだと、この連携の強化、引き続き継続していくことの大切さについて、大臣から一言いただいて、質問を終わりたいと思います。何よりもですね、連携をしながらしっかりとやってまいりたいと思います。それで、許可を申請したときにですね、その会社の株主というか、主になるですね、株主の方の国籍等もですね、しっかりと把握してまいりますので、そういうこともですね、法務省とも連携をしながら、いろんな情報をですね、共有しながら、しっかりと対応してまいりたいと思います。梅村みずほ君。終わります。ありがとうございました。